皆様こんにちは、せいやです。今回は SK2 の人気アイテムゼノプティクス CC プライマーの新色ミントグリーンを既存色ロージーピンクナチュラルベージュランコムジバンシーの新作グリーン下地と比較して徹底解説していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。発売以来かなり人気になっている SK2 の CC クリームに新色のグリーンが登場ということで、既存色のロージーピンクライトベージュと色味比較をした後にランコムとジバンシーから登場している新作のグリーン系下地と比較をして色補正力や崩れについて詳しくご紹介していきます。少しでも下地選びの参考になれば嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた全色レビューや新作ベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。SK2 ゼノプティクス CC プライマー新色ミントグリーン SK2 ブライトニングシリーズから新 CC プライマーミントグリーンが誕生。保湿、明るさ、張り、SPF50+、PA4+ の UV カット、下地&ナチュラルカバーの1本5役の多機能 CC クリーム。まずは新色のグリーンを同じシリーズの既存色と比較しながらご紹介していきます。早速こちら側半分にグリーンを塗ってみます。肌の上でもこんな感じで結構しっかりグリーンの色補正を楽しめて明るさも出てくれます。トーンアップしながら赤みを補正したい方に使いやすそうです。適度なみずみずしさも感じるクリーミーで滑らかなタイプで肌の上でも伸ばしやすいです。はい、まずはこちら側半分に新色のミントグリーンを塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をするとミントグリーンの赤み補正力とトーンアップ力の強さがかなりわかりやすいと思います。今回は顔全体にたっぷり塗ってみましたが、首元と比較をしてもこんな感じでかなり明るさが出てくれるので、赤み補正しつつしっかり明るさも出したいという方におすすめです。ただ近くで見るとこんな感じでしっかりしたトーンアップ感はありますが、適度に素肌の透け感も残してくれるので、赤みを補正しすぎて青白く見えてしまうこともなく、 CC クリームとしてこれ一つで仕上げても違和感がなく使えるんじゃないかなと思います。毛穴や凹凸は適度なみずみずしさのあるクリーミーなテクスチャーで滑らかに埋めながら補正してくれるので、毛穴補正力が欲しいという方にも安心して使えそうです。では反対側に既存の人気色ロージーを塗って比較していきます。ロージーピンクも反対に塗っている新色のミントグリーンと同様、かなり明るさが出るタイプのピンクカラーです。血色感を残しつつトーンアップさせたい方におすすめなカラーです。はい、こちら側に新色のミントグリーン、反対側に既存の人気色ロージーピンクを塗ってみました。それぞれ比較すると、ロージーピンクの血色感を残したトーンアップ感とミントグリーンの赤みを抑えたスッキリしたトーンアップ感の違いがわかりやすいと思います。補正感の違いはありますが、トーンアップ力はだいたい同じくらいなので、ロージーピンクの明るくしっかりトーンアップする感じがお好きな方には、新色のミントグリーンもかなり使いやすいんじゃないかなと思います。それぞれ近くで見るとこんな感じで、みずみずしくて滑らかなクリーミーテクスチャーや毛穴を埋めつつツヤが残る質感などは全く同じなので、補正感のお好みで選びやすいと思います。続いてこちら側に新色のミントグリーン、反対側に既存色のナチュラルベージュを塗って比較するとこんな感じの違いです。ナチュラルベージュは今回ご紹介している3色の中でも比較的トーンが落ち着いていて、赤みや色ムラもしっかりカバーしてくれるので、ナチュラルなファンデーションのような感覚で使えます。近くで見るとこんな感じで、ミントグリーンと同様適度な透け感は残っていますが、赤みや色ムラをしっかり補正する効果が強いので、ファンデーションなしで過ごしたい時や、下地の時点でしっかり肌補正をしたいという時におすすめです。全3色を比較するとこんな感じです。しっかりトーンアップしつつ、透け感も残しながら赤みを補正したい方はミントグリーンがおすすめ。しっかりトーンアップしつつ、
程よい血色感を残して、ふんわり柔らかい肌印象にしたい方はロージーピンクがおすすめ。肌トーンはナチュラルで、赤みや色ムラをしっかり補正したい方はナチュラルベージュがおすすめです。では、ここからは SK2 の新色ミントグリーンを他ブランドの新作グリーン系下地と比較しながらご紹介していきたいと思います。まず比較するのはこちら。ランコムから登場しているリドルスキンミルクプライマーの03抹茶シェイクです。ランコムはこんな感じの少し青みの要素を強く感じるようなグリーンカラーです。テクスチャーはかなりみずみずしくて、肌の上でもスルスル伸び広がってくれます。SK2 はみずみずしいクリーミーなテクスチャーでしたが、ランコムは化粧水のように水分たっぷりの質感なので、より軽やかに保湿したい方に使いやすいと思います。はい、こちら側に SK2、反対側にランコムの新作グリーン下地を塗ってみました。SK2 もかなりトーンアップ感が強いグリーンだなと思いましたが、ランコムもだいたい同じくらいのトーンアップ感があるのと、ランコムにはピンクに発光するようなパールが入っていて、顔を動かすとこんな感じで、頬の高い位置に程よい血色感を残したような光を楽しめます。ベースの色味自体はランコムの方が青みの強いグリーンですが、このピンクパールが入っている効果で赤みは補正しつつも血色感をしっかり残してくれている感じがします。近くで見るとこんな感じで、よりランコムのピンクに光る感じがわかりやすいと思います。質感としてはランコムの方がかなりみずみずしいので、素肌の透け感が残る印象。毛穴用凸は水分でふっくらと補正してくれるイメージで、SK2 はみずみずしさを感じるクリーミーなテクスチャーなので、毛穴用凸もしっかり埋めながら自然にツヤも出してくれる感じです。毛穴補正力は SK2 の方が高い印象です。肌表面を触った感じは SK2 は柔らかくふっくらした状態に整いつつ、表面にベタつきを残さない快適な仕上がり。ランコムは肌表面にもしっかり水分が残っている感じです。どちらも保湿力が高めで乾燥が気になる時にも使いやすいですが、クリーミーでしっかり内側を保湿しつつ表面にベタつきを残さない仕上がりがお好みの方は SK2 がおすすめ。水分で軽やかに保湿したい方はランコムがおすすめです。香りについては SK2 はハーブやローズ系のスキンケアアイテムのような香り。ランコムは甘めの香りを結構しっかりめに感じます。ではこの上にファンデーションを重ねてみて、ファンデーションとの相性も見ていきたいと思います。今回はこちら。コスメデコルテの全ウェアステイを使用していきます。まずは SK2 の上に重ねていきます。SK2 は肌表面にベタつきが残らない仕上がりですが、ファンデーションを重ねてもこんな感じで、滑らかにスルスル伸び広がってくれます。ベタつきはオフしてくれますが、ファンデーションの伸びの良さにも影響がないところが使いやすいです。ファンデーションの密着力も自然に高めてくれる感じです。ランコムは肌表面に水分がしっかり残っているタイプなので、ファンデーションもかなり塗りやすくなります。はい、こちら側に SK2、反対側にランコムを塗って、それぞれ上からファンデーションを重ねるとこんな感じです。ファンデーションを重ねるとよりそれぞれの下地の特徴がわかりやすくて、SK2 は下地の時点で色ムラはもちろんですが、毛穴や凹凸の肌質の補正もしてくれていたからか、ファンデーションの密着度が増して、自然にカバー力もアップさせてくれます。厚塗り感は出ないですが、しっかり作り込んだ肌に見せたい時におすすめです。反対にランコムはかなりみずみずしいテクスチャーで、肌表面にも水分がたっぷり残っているからか、ファンデーションが薄く均一に伸びる感じで、自然な肌の透け感を残してくれます。ツヤの感じも結構しっかり残っているイメージです。アップで見るとこんな感じです。それぞれの補正感やツヤ感の違いがかなりわかりやすいと思います。アップで比較するとこんな感じです。では、この上にパウダーをブラシで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクで過ごして、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。まず SK2 は肌を柔らかくしっとり保湿してくれる感じは保ちつつも、皮脂やテカリが出てくることもなく、
マスクの摩擦も最小限に抑えてくれて、塗りたての毛穴補正力やカバー力も綺麗に保ってくれます。こちらは既存色も皮脂崩れにかなり強いなと思っていましたが、新色のミントグリーンも変わらず、夏場にも安心して使いやすそうです。そしてランコムもこんな感じで、SK2 と比較をすると、マスクがよく当たる位置はカバー力が薄まっている感じはしますが、それでも崩れは最小限でかなり使いやすいです。アップで比較するとこんな感じです。そして色補正力とトーンアップ感の持続力については、SK2 は塗りたての赤みはカバーしつつ、しっかり明るさが出る感じを保ってくれています。ランコムは塗りたてと比較をすると若干青み要素は落ち着いた感じはしますが、それでも自然な明るさやツヤ感を綺麗に保ってくれているので、どちらも夕方になってもくすむことなく使いやすいんじゃないかなと思います。肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横も頬の広い範囲も皮脂やベタつきが気にならないです。適度に保湿しながらも皮脂崩れに強いので、いろいろな肌タイプに使いやすいんじゃないかなと思います。自然な赤み補正力としっかりしたトーンアップ感、毛穴や凹凸を埋めて滑らかな肌印象に整えてくれる肌補正感をお求めの方は SK2 がおすすめ。みずみずしくて軽い水分たっぷりのテクスチャーで赤みを自然に補正しつつピンクパールの効果で血色感も残したい方、ツヤ肌に仕上がる下地をお求めの方はランコムがおすすめです。続いてはこちら SK2 とジバンシーです。こちら側には SK2 を塗ってある状態なので、反対側にジバンシーを塗っていきます。ジバンシーはカラーごとに配合されている美容成分が異なる美容液プライマーで、適度なみずみずしさもありながらしっかり肌を保湿してくれます。カラー補正力はとてもナチュラルなので気軽に取り入れやすいです。はい、こちら側に SK2、反対側にジバンシーのグリーンを塗ってみました。この2つは色味自体は青みに寄りすぎないグリーン系なので似ていますが、SK2 は補正力やカバー力が高め、ジバンシーは透け感があってナチュラルな補正感なので仕上がりに結構違いが出ているなと思います。しっかり補正して明るさを出したい方は SK2 がおすすめ。自然な補正感でナチュラルにカラーコントロールを取り入れたい方はジバンシーがおすすめです。近くで見るとこんな感じで、よりそれぞれのカバー力の違いがわかりやすいと思います。毛穴や凹凸をしっかり埋めてカバーしたい方は SK2 がおすすめで、素肌の透け感を残したまま美容液のような感覚で下地を使いたい方はジバンシーがおすすめです。肌表面を触った感じはどちらもスキンケア効果が高いので、肌が柔らかくふっくらしてしっかり潤っている感じがしますが、両方とも肌表面にベタつきが残っていないところがすごく優秀です。比較をすると SK2 の方がよりベタつきが少なく、ジバンシーの方がしっかり柔らかさを感じられます。では上にファンデーションを塗ってみます。ジバンシーは肌自体がふっくら柔らかくなっているので、ファンデーションを塗りやすい状態の肌に整えてくれるイメージです。はい、こちら側に SK2、反対側にジバンシーを塗って上からファンデーションを重ねるとこんな感じです。やはり下地の時点でカバー力に違いがあったので、ファンデーションを重ねた後もカバー力と補正感の違いがよりわかりやすいなと思います。SK2 は赤み補正としっかりしたトーンアップ力、そして毛穴補正力もあるので、ファンデーションを重ねるとこんな感じで、肌の凹凸感もしっかりカバーする印象。ジバンシーはファンデーションのナチュラルさを自然に残したまま、均一に塗りやすい肌状態を作ってくれる感じです。アップで比較するとこんな感じです。では、パウダーをブラシで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクで過ごして崩れについて見ていきます。はい、あれから約4時間ほどマスクで過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。この2つは高いスキンケア効果が含まれているので、塗りたての肌を柔らかくしっとり保湿してくれる感じはと思ってくれますが、崩れも最小限に抑えてくれます。近くで見るとこんな感じで、SK2 は先ほどと同じく皮脂やテカリも気にならず、カバー力や毛穴補正力もそのまま綺麗に保ってくれていて、ジバンシーもこんな感じで、マスクがよく当たる位置は
若干カバー力が薄まりましたが、それでもよれたり崩れたりすることなく綺麗に保っています。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、どちらも全くテカリやベタつきが出てきていないです。肌自体はかなり柔らかくなっていて、高いスキンケア効果を実感できますが、テカリやベタつきも気にせずに使えるところがすごくいいなと思いました。高いスキンケア効果のあるカラー補正下地の中でも、トーンアップ感、毛穴補正力、カバー力重視の方は SK2 がおすすめ。ナチュラルな補正感で取り入れやすく、ファンデーションの仕上がりにも影響しにくいタイプがお好きな方はジバンシーがおすすめです。はい、ではこんな感じで SK2 の CC プライマーの新色、ミントグリーンをご紹介していきました。グリーンで赤みを補正してくれるのはもちろん、既存の人気色と同様、しっかりしたトーンアップ感と毛穴補正感があって、スキンケア効果を持続させながらも、テカリやベタつきに強いところもすごく優秀だなと改めて感じました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。